日本史源義経と範頼。平家追討の戦いで源義経と範頼は勇猛果敢に活躍して平家を滅亡させたが、その後は共に兄の源頼朝に滅ぼされている。源義経と範頼がなぜ頼朝に滅ぼされたのかを詳しく見ていこう。源義経はご存知のように源義朝の九男として常盤御前との間に生まれた。鞍馬寺に預けられたが、出家を嫌って16歳で奥州藤原秀衡の庇護を受け、22歳の時に頼朝が挙兵すると駆けつけて黄瀬川で涙の対面を果たした。一方の源範頼は義朝の六男として遠江の国の遊女との間に生まれたと言われている。経緯は不明だが、遠江で公家藤原頼末に引き取られて養育され、同じく頼朝が挙兵すると兵を率いて駆けつけている。当時は正室の子供と側室の子供の間には厳然とした身分の差があり、範頼と9歳年下の義経は初対面こそ涙を流して喜んだ頼朝に、その後は粗略に扱われたようである。木曽義仲が上洛して平家は都を追われるが、狼藉を働く義仲軍にたまりかねた後白河法皇は頼朝に救援を求める。兄の範頼が大手正面、義経が絡めて背後で鎌倉を出立して宇治川と瀬田川で義仲軍を撃破、入京して後白河法皇に拝謁している。当時鎌倉の頼朝は関東の経営に忙しく、平家と和睦して日本を二分して、源氏は東国を、平家は西国を統治してもよいとまで考え、後白河法皇に提案している。しかし後白河法皇は京都を焼き尽くし、安徳天皇と三種の神器をもって都落ちした平家を憎み、一刻も早く追討することを望んだ。そのため1184年寿永3年、範頼と義経は京都を出立して、範頼が山陽道を、義経は丹波寺を西に進んだ。範頼軍は生田の森から平家の本拠地一ノ谷を攻め、義経は土井実平らと後方へ回り、有名な日踊り越えの奇襲戦で平家を打ち破っている。範頼と義経は一ノ谷の合戦で大勝利を収めるが、頼朝は義経を京都にとどめ、範頼を東国の御家人とともに関東へ引き上げさせている。そのため一ノ谷で打撃を受けた平家は四国の屋島を拠点にして瀬戸内海を中心に再び勢力を伸ばし始める。この背景には1180年治承4年以来、天災と合戦が続き、全国的に飢饉が広がり、兵糧が不足したことが大きく影響している。西日本で再び勢力を盛り返した平家を討伐するために、1184年8月に頼朝は範頼を大将軍とする軍勢を鎌倉から出陣させ、範頼軍は入京した後に西国へ下降している。しかし範頼軍は11月には兵糧米が不足して周防の国付近で身動きのできない
状態に陥ってしまった。範頼軍の全滅を恐れた義経は1185年文治元年2月、頼朝の指示を待たずに少数の兵で四国に渡り屋島を急襲、平家を再開に追いやって範頼軍の危機を救っている。この義経の行動が後に問題になり、梶原景時を通じて頼朝に報告され、義経追討の理由となったのである。義経は翌月には平家を壇ノ浦に追い詰めて滅亡させているが、この戦いの模様を記述した「吾妻鏡」と「平家物語」など他の書物との間には大きな相違が存在する。平家物語などには義経と範頼が協力して壇ノ浦で戦った様子が詳しく書かれているのだが、吾妻鏡には範頼が壇ノ浦の戦いには参戦しなかったかのように書かれている。吾妻鏡は後に北条氏によって編纂された書物だが、随所に頼朝に逆らったのは義経だけで、範頼は頼朝の指示通りに行動して忠実であったことが記されている。しかし通信手段の乏しい当時、鎌倉と西国で往復1ヶ月以上を要する時代に、範頼がすべて頼朝の指示を受けて行動していたとは考えにくい。最新の学説では、範頼は義経と一緒に壇ノ浦で戦ったという説が有力で、義経と範頼が相反した行動をとったという説はあまり支持されていない。範頼と義経には頼朝の最も信頼する梶原景時や北条義時も同行していたことから、個別行動をするとは考えにくく、何らかの事情で誰かが屋島や壇ノ浦の戦いは義経が独断専行で敢行した暴挙だと、頼朝と義経の対立を助長する目的で報告した可能性が高い。義経と範頼が頼朝の忠実な家臣となって働けば、困る者は誰かと考えれば、ある程度その人物は特定できるはずだ。義経が衣川で自害に追い込まれてから4年後、曽我兄弟の仇討ちの直後、鎌倉で頼朝も落命したという噂が広まった。範頼は北条政子を気遣い、私がいるからご安心をと告げるが、後日それを聞いた頼朝は、範頼に謀反の心があると伊豆の修善寺に流して殺戮している。頼朝がどうして兄弟の殺戮にそこまで固執したのか、それとも何かの目的で頼朝をそのように仕向ける謹慎が存在したのかを今後さらに考察していく予定である。